本日は皆さんに大事なご報告がございます。はいどうも、サラリーマン辞めて夫婦で世界旅行しているゼウです。すみです。このチャンネルでは一緒に一度は行ってみたいっていう場所を全て回ることを目標に世界各国の絶景をお届けしています。皆様いつも動画を見てくださってありがとうございます。ありがとうございます。今日は大事なご報告があってこの動画を撮影しています。結論からいきたいんですけど、はい。なんとすみさんが妊娠されました。ついにこの時が来ました。この時が来ました。おめでとうございます。ありがとうございます。すみちゃんどうですか？今妊娠5ヶ月目に突入して安定期に入ったんですけど、それでちょっと皆さんにご報告したいなと思ってこの動画を撮ってて、なんと12月末に出産します。おー、素晴らしい。はい。すごいね。本当にすごい。ついにこの時来たかって感じだね。本当に、妊妊娠したのもすごいびっくりなんですけど、年内に自分の子孫ができるっていうのは不思議な気持ちというかね、本当にびっくり。そうだよね。今年はね、いろいろ計画も立てたりしてたから、結構いろいろびっくりだったり。そうだね。それで今日は結論すみちゃんの妊娠ご報告なんですけども、最近ねインスタとか見てくださってる方とかはゼオ家って今地球4周目世界旅行4周目回ってたやんとか、あとは今後じゃあチャンネルどうなるのっていう話とか、そういうところを今回はご報告したいと思うので、その2つお話ししていこうと思います。でまずちょっといい機会なんで、このチャンネル初めて知った方とか、あと最近知った方とか、あと前から見てくださってたんだけど、ある意味リマインダーみたいな形でこのチャンネルの意義みたいなところを改めて紹介していきたいと思うんですけれども、このゼオ家の冒険っていう活動が2022年3年前ですねに発足して、当時僕たち普通のサラリーマンだったんですけれども、僕とすみちゃんがそれぞれ違う会社で10年間サラリーマンやってました。それで僕が36歳になったタイミングで急になんか発作的に人生がすごい元気なのって70歳までだとした時に、36歳ってもう後半戦スタートしたぞっていう風になんか急にバチンと来た日があって、でそれまでそのサラリーマンずっと続けてたんですけども、やばい、人生でチャレンジまだ何もやってないぞっていうことで、なんかチャレンジしないとまずいと思ってすみちゃんと世界旅行に夫婦で出始めましたっていうのがこのゼオ家の冒険の始まりだったんですね。皆さんいろんな考え方、いろんな人生設計があるとは思うんですけれども、今もう一般的にはその人生100年時代とか、チャレンジはいつからでもできるみたいな、そういう言葉もあるんですけれども、一方で実はその日本人の男性の平均寿命ってね81歳だったり、あと僕のお母さんすごい身近な人が64歳で亡くなってたりするんで、意外と僕は人生って儚くて短くて有限なものだなっていうふうに思ってます。一般的には本当に夫婦で世界旅行って定年退職後に夫婦ともどもリタイアしていくみたいなのが一般常識みたいなところはあるんですけれども、僕としては子供ができる前40歳になる手前で一回自分のこの貯金を使い果たして世界旅行やってみたい、自己実現やりたい、人生にリハーサルはない、今が本番だと思ってその時始めたっていうのがこのゼオ家の冒険の始まりになっています。僕たちの最近の近況なんですけども、そんなこんなで世界旅行と YouTube を始めて3年間経って今4年目っていうところに入ってくるんですけれども、ちょうど今年の5月チャンネル発足して3年が終了して4年目に入るところで世界旅行4周目を計画するぞって言って、2人で本当に世界地図を広げながらどこ回るっていうところを計画してたんですけども、そんな時にすみちゃんが生理そういえば来てないわっていう話になって、それ一応念のため妊娠検査薬ちょっとやってみようかっていう風にやってみたら妊娠してましたと。じゃあその世界旅行ってどうしようって思って、あと妊娠も当然初めてなんで僕たちは何からやったらいいか分かんないし、お医者さんにすごい相談してどうしたらいいですかねっていう話をしたところ、旅行自体は特にそんな全然問題じゃないと、やっちゃダメなことがいくつかあるからそれだけは気をつけてくださいってことで、注意事項を守りながらであれば普段の生活、旅行とかに関しても特になんか絶対やっちゃダメですっていうことはないですということでアドバイスをいただいて、世界旅行4週目というか僕たち2人の時間、残された時間が最後なので安全第一でやれる範囲で世界旅行4週目やるぞっていうよりは、本当に回れるだけ2人の時間を楽しもうっていうような時間を過ごそうとして今過ごしています。で結果的には今サウジアラビアから回ってケニア、ナミビア、バリ、コモド島っていう感じで回って定期検診があったので今日本に帰ってきてるっていう感じでございます。
で一応これ皆さんの参考のために、お医者さんから何がダメかって言われたかっていうところなんですけども、普段の生活を送る分には当然妊婦さん世の中にいっぱいいるんで、普段の生活を送る分には大丈夫なんですけども、まずは、食べ物としては生魚、生肉、チーズ、当たり前ですけどアルコール、カフェインなんかがダメですよ。これ一般的な妊婦さんの話。僕たち旅に出る人たちとしては、シュノーケルで、シュノーケル自体は別に問題ないんですけども、深く潜るとか、あとダイビングするとかはエビデンスがないから、やめた方がいいですよと。潜っちゃダメというよりは、潜っていいエビデンスがないから、深く潜るのはやめてくださいと。上でプカプカする分には全然、海がダメってことはないですよっていう話。なので、まず深く潜るのはやめてください。であともう一つは、衝撃受ける。強い衝撃を受ける。ジェットコースター乗るとか、そういう系は避けた方がいいですよと。ぶつかっていいかどうかのエビデンスはないので、それは避けてくださいってことで、じゃあそういうのは避けて、ゆったり旅に出ましょうってことで、今気をつけながら旅に出ているっていうところでございます。NG な事項っていうのは、今お伝えした内容が、メインのところにはなるんですけれども、あとはその子供の運命っていうところは、子供自体の生命力で決まるっていうところなので、親御さんたち自体は、その安心安全に、最大限気を配りながら、後の運命っていうのはその胎児の生命力っていうことなので、お医者さんからはそういう話を聞いて、僕らの中で理解をして、今こういうふうに活動しているっていう感じでございます。あと皆さんちょっと不思議だとは思うんですけれども、つわりってどうなのっていう、妊娠経験された方とか、あと妊婦の友達がいる方とかは気になると思うんですけど、どうですかそこは。私ね、かなり軽い方でかなり体調いいんだよね。確かに。なんかこうよくつわりって聞くと吐いちゃったりとか、なんかこう動けなかったりとか、熱っぽいとかある方もいたり、水も飲めないとかいる方あると思うんですけど、私全然そういうのはなくて、比較的軽い方で、軽かったからなんか旅を続けられたかなって思います。確かにすみちゃんめちゃくちゃ丈夫だよね。そうびっくり本当に。なんかやっぱり旅に出る前はこう自分がどれぐらいのつわりになるかってもう私も初めての経験だから分からなくて、無理だったら日本に帰ってこようって思ってて、行ったら結構旅できちゃって、楽しめちゃってさ、全然そうだよね。なんか日本に帰りたいって思うタイミングがなくて確かに本当そう。びっくりしたこっちも元気で。そうなんか結構私たちホテルホッピングで結構安全な旅だったっていうのもあって、なんか全然平気でさ。そうだね。軽かったと思う。なんかアクティビティとかも一応その妊婦ですよって言って、だから安心安全に気を配って参加したいですっていうふうに伝えて、スタッフさんも OK って言うんだけど、途中から全員忘れちゃうみたいな。あ、そっかこの子妊婦だったんだみたいな。ちょっとゆっくりしてみたいな。あとね、結構旅行ってアドレナリンが出続けるから、私たち結構バイホテル泊まってて、バイホテル泊まってる時は体調がすこぶる良かった。そうだね。もうアクティビティも参加できたし、もう一日中元気だったんだけど、計画を立てるためにビジホっぽいホテル泊まった時、ほんと撮影とか全然しない時はなんかちょっと今日だるいなって日はあった。そういえば確かにね、そうだね。僕のお姉ちゃんと子供いるんだけど、アドレナリンが出てる時は結構そのつわりは控えめになるっていう話とかもあるから、逆にすみちゃんの場合は旅行に出てアドレナリン出してるからそれが少なかったっていう可能性もある。可能性もある。いやこればっかりは本当個人差があって、アドレナリンが出ても多分どうしようもない人もいるから、私のケースはアドレナリンが出てれば結構軽かったっていう症状だったから。そうだね。本当こればっかりは本当に人によるから。個人差ある。あと私は睡眠不足とお腹が空いた時は、それはなんか妊娠前からもずっとけど、なんかやっぱ体調が悪くなりやすいから、ずっとなんかハリボーとか、ハイチュウみたいなのを持って旅してましたね。日頃以上にその体調悪くなるとこう復活さすのがちょっと大変だから、その妊娠前だったらお腹減ったって言ってからなんか食べれば復活したけど、なんかその復活の V 字回復がなかなか難しいから、こうならないように常にこうお腹をちゃんとこう満たしてちょっとね、やっ
ってたね。うん、で睡眠も全然睡眠不足にならないようにうん過ごしてたっていうのはかなりでかいね。いい状態をキープしてきたのは。そうそう、うん私たちいつも妊娠前は朝と晩しか食べないこと多かったけど、うん妊娠が分かってからの旅はお昼ランチもちゃんと食べるようにして、空腹にしないように工夫してました、お医者さんからはもう一個その薬類もいろいろいただいてて、妊婦でも飲めるような酔い止めとか、あと風邪薬うんと、あと僕らがビタミン剤を買って、で、すみちゃんそれめっちゃ気に入って飲んでたやつがそうもうせっかくなんでちょっと紹介したい。これはじゃん、見えますか、エビオス錠っていうビタミン剤、これはなんかこう胃腸薬とかでもあるのかな。でこれは妊婦さんでも飲める薬で、これは本当に旅行行く前の成田空港の松清で買ったんですけど、なんか最初小瓶買ったんですよ。小瓶買ってなんか飲んでみたらすっごいパワフルになってよっしゃサウジアラビア行くぞみたいな、なんかすごいポジティブな気持ちになったのね。なってたね。チェックイン前にねこれめっちゃいいかもと思ってでっかいの買ったの。これそうだね。でかいのがそうそう。すみちゃんこれを抱えてこうやってそうそうそう飛行機で寝てた。これが私のなんか旅のお守りみたいな感じで、そうだね。そうこれ1回10錠も飲むんですけどすげえ量を飲むよね。10錠3回飲むから1日30錠飲むっていう、なかなかねあれなんですけど、これ妊婦さんでも飲めてこれめちゃくちゃ良かった。そうだ、見ててすごい元気になってたし。そうそう。それで今後のこのゼオ家のご家のチャンネルについてなんですけれども、今後ね無事に生まれれば12月末に出産ということで、それまでは妊婦生活を送ることになるんですけれども、このゼオ家の冒険の活動自体がもともとはその子供が生まれるまでにサラリーマンを辞めて全力でチャレンジをしようっていう方針でやってきたので、子供が生まれた後はこのチャンネル自体も終了します。っていう風に思われる方もいらっしゃると思うんですけれども実は続きますすいません。きっかけ問題みたい言いたかった。そういう気持ちになってほしい。なってほしい。一旦ね。さっき説明した通り、すみちゃんの体調がものすごく今良くて、だいたいその12月出産の場合は10月ぐらいまでは安定期でのんびりではあるんですけれども、旅行には行きそうってことで、残りのこの夫婦の時間を楽しみたいなって思ってて、具体的に言うと8月は国内を少し小豆島とかその周辺とかを少し回りたいなっていうところと、あと9月はタヒチに行く予定があって、本当は世界旅行の1週目の最後にタヒチに行って、2人でお疲れ会しようぜって言って、そう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 、もう本当に初期の初期から超行きたかったのがタヒチだったんで、それに4週目でようやく行けると。楽しみ。楽しみだね。そう。タヒチね、すごいハネムーンとかで楽しみにされてる方もいらっしゃると思うんで、タヒチに9月行って動画リリースする予定です。出産後、12月以降は子連れで旅行で行けるところとか、子連れ旅行おすすめのホテル5選とか、皆さん絶対そういうの知りたいなと思うんで、子連れ旅行のおすすめ旅行先とか、海外の国とか、そういうのをどんどん発信していこうと思うので、そちらも楽しみにしておいてください。これはね、本当待望の方は待望、ゼオ家の冒険子連れ旅行編っていうのがスタートするっていう感じでございます。これはまあ来年以降のお話になっています。で、さらにこれまでのゼオ家の冒険が好きだっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、安心してください。まだ出してない動画めっちゃあります。めちゃくちゃあります。そう。で出してない動画、アメリカ横断、あとイタリアドロミテ、アルプス地方ですね、あとフランスモン・サン・ミシェル、あとハワイのハワイ島、カウアイ島、ペロー諸島、スリランカ、シンガポール、あとこの前行ったサウジアラビア、ケニア、ナミビア、バリ、コモドめっちゃあるんですよ。多分10何個ぐらいまだまだあって、15ぐらいあるかな。15ぐらいまだまだあって、多分これリリースするので2年間ぐらいかかるんで安心してください。安心していってだから多分
分今後のチャンネルの動画としては、子連れ旅行とか僕らの近況動画とか、あとはこれまでの旅先でまとめたおすすめの絶景5選とか、ハネムーンにおすすめの国5選とかと、そのさっき言った15個ぐらいのありとあらゆる国がまだまだ動画ねリリースする予定なので、そういうのをこうミックスして今後は出していこうかなと思ってます。すでに私のインスタの DM に全然妊娠の報告しないけど、子連れ旅行のおすすめありますかとか、子連れ旅行におすすめの国ありますかとか結構聞かれるのね。言われるね、コメントでも来るんだけど、結構需要あるなと思ってて、これから、来年以降は、ママさんとかパパさんは結構必見の動画が出るっていうのと、あとこれまでのゼオ家の冒険が好きな人たちはもう全然2年間ぐらいはそうだねもしか2年以上あるかもしれないね、2年間以上はいつも通りの動画も出るから、どっちの層も楽しめるんじゃないかなと思います。DM は来る、来る、ここって子連れでも行けますかとか、子連れのおすすめのホテルを教えてくださいとか、あと国内も結構聞かれたりするからね。国内も聞かれるよね、やっぱどうしても子連れってなると国内も増える可能性があるから、でそれはね僕らも分かんないです。子育てしたことないんで、海外行けたら海外行くし、やっぱ無理だと思ったら国内になるかもしれないですけど、でもいずれ今お子さんがいらっしゃるご家庭はもちろん参考になると思いますし、今まだお子さんがいない家庭でも、僕らのチャンネルってカップルとか夫婦の方で見られてる方々多いと思うんで、将来的にはすごい参考になるかなと思うんで、僕らはそういう、意義というかを感じて活動していこうと思います。でなので、いつも言ってるんですけれども、この動画見られてる方7割ぐらいの方はチャンネル登録してない方がまだまだいらっしゃるので、今日この動画を見てこのチャンネルを知った方でも、今まで見ててまだチャンネル登録してないっていう方でも、今のうちにポチッと押してもらえると嬉しいです。ポチッとな。そう、もうチャンネル登録はね本当に無料で協力できる最強の僕らの応援ボタンなので、ぜひともお願いします。お願いします。チャンネル登録皆さんが無料でもポチッと押してもらう。そうすると僕らが企業からいただく PR の報酬とかが増える、で僕たちはそれを持ってもっと面白いコンテンツが出せる。そうすると皆さんが結局嬉しい、もう全員が幸せな仕組みができるので、もうチャンネル登録本当無料でポチッと押すだけなので、ぜひともねポチッと応援お願いします。お願いします。最後にこの場で初めて話すこのゼオ家の冒険の真実を少しお話ししたいと思うんですけれども、すごい大事な話で、チャンネル発足の時にお話しした定年退職じゃなくて中年退職だみたいな形でこれまでお話ししてきたんですけれども、実はですねこれもともとゼオ家の冒険自体は中年退職っていうワードよりは子作り前退職というふうに思ってこの活動を始めたんですね。それで結論、この僕たちのこれまでの人生経験としては、この子作り前退職っていうのを非常におすすめします。これどういうことかっていうと、子供ができるとやっぱり生活ってすごくガラッと変わるじゃないですか。子供ができる前って言ったら独身カップルと同じだし、本当の結婚生活って多分子供が生まれた後生活ガラッと変わって、子育てにすごい膨大な時間を使ったり、旅行にはねやっぱりこれまで以前のように行けなかったりすると思うんですよ。それで子供ができた後に何かしら僕たちみたいに世界旅行してみたいとか、そういう夢を叶えようとすると、子供が大きくなった20年後とかになるっていうのが本当に実際あると思うんですね。で僕たちの活動を通してすごい学びがあったのは、僕たちの場合10年間会社員で勤めて、その後 1,2 年ぐらいは自分の貯金を全部使って世界旅行しよう、自分の夢の自己実現をしようってことでその活動をやってたんですけども、その時確信があったのは、10年間しっかりサラリーマンやってたんで、絶対にこの今の日本の状況だったら復職しようと思ったら絶対にできるっていう確信があったんですね。それに関しては自分の会社の人事の人とかにも相談したり、人事の人の目線だと確かに新規で新しい人を雇うよりは、ゼオ君を元のポジションに戻した方が、コスト的にもいいし、でその時にその自分のポストが同じ会社になくても別に同じ業種で他の会社に転職することってほぼ確実にできると思ってるんですよ。僕の場合もそうだったんですけども、絶対に同じ世代の皆さん、サラリーマンやられてる方とかでも同じこと言えるなと思ってて、東京だと子作りされる方って30代前後の方が多いと思うんですけれども、でその大体30代前後の年齢の方々って会社の中では一応その中堅というポジションで、ある程度自分で一人前で仕事ができる方々って多いと思うんですよ。でその状況で一回会社を辞めたからっつって絶対にその業界にもう戻れないってほぼほぼないと思うんで、これまで社会の常識である
る定年退職後に夫婦で旅行行こうっていう、それはそれで素晴らしいんで、それもそれでやった方がいいとは思うんですけれども、さらにこの今若い状態で一回子作り前にこうやって会社員を辞めて復職できるっていう保証がある程度ある中で1年か、もしくは2年間ぐらい自分たちの時間を自分たちの貯金で楽しむっていうというのを僕はもう人生設計の中で非常にいいんじゃないかなと思ってます。でこれまでそれを中年退職っていうワードでお伝えしてたんですけれども、僕の本当の意味としては子作り前退職としてこれから本当に日本の新しい常識としてあってもいいんじゃないかなっていうぐらい本当にお勧めしたいので、人生設計でいつかやってみたいっていう方は一個そういう話として参考にしてもらえればと思います。これなんで今まで僕はその子作り前退職ではなくて中年退職っていうワードで置き換えて説明してたかっていう話なんですけども、子作りって結構センシティブな話で、僕の友達とかにもいるんですけれども、本当に不妊治療ずっとやられてて、子供を作るために病院に行って、で結構お金もすごいかかりますし、精神的にもなかなか辛い作業だと思うんで、そういう方々が非常にたくさんいらっしゃる中で、僕子作りまだやったことない中で子作り前退職っていうのはちょっとやっぱおこがましいなと思ってたので、中年退職っていう風にお伝えはしてたんですけども、本当の意味としてはさっきお伝えした通り、子供が大人になるまで育てて定年退職後に世界旅行するんじゃなくて、もしそういうことをやりたいのであれば子供ができる前のこのタイミングでその夢を叶えるための 1,2 年間ぐらいの夫婦の時間を持つのがいいんじゃないかってことで、本当の意味としてはそういう意味でお伝えしたかったっていう感じでございます。なんか私たちの場合は、本当に子供ができるかどうかも分かんない中で、結果できてよかったけど、子供ができる前に約3年間世界旅行ができて、2人の時間が過ごせて本当に良かったなって思ってる。確かにね、これまた余談なんだけど、僕たちの場合は世界旅行が終わってから子作りしようって思ってたんだけど、結果的に見ると、子作りと並行してできましたっていうところだったんで、そういうケースもあるって感じだね。そう、はい、じゃあということで本日はご報告動画ということで、本当に大事なお話皆さんにご報告させていただきました。いかがだったでしょうか。今後も皆さんもワクワクするような世界の絶景をお届けしていきますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。まだね、チャンネル登録ボタンをポチッと押してない方がここまで見ていたら忘れずにポチッとしていってください。ポチッとお願いします。あとね、皆さんの素敵なコメント、動画のコメントね、実はね、かなり見てます。はい、全部見てます。もう非常にね、嬉しいコメントいただいて本当に感謝です。あと旅行に関するご質問がある方とかは、今旅探しっていうリンクを概要欄に貼ってますので、こちらから来たい行き先と、あとはやりたいアクティビティとかをどんどんリクエストいただけると、旅のプロがそれに応じて無料でプランニング練ってくれるんで、それねガンガン使用してください。でこれ早めに問い合わせしないと旅行まで間に合わないっていうパターンもあるので、なんか旅行したいなと思ったら、まずは本当に全部問い合わせするの無料なので、問い合わせどんどん投げて、ここ行きたい、あそこ行きたい、こういうことしたいみたいな、どんどん問い合わせ投げてプランニングしてもらって、で行きたいプランがあればそれの予約をするっていう感じで利用してもらえると、めちゃくちゃスムーズに旅行行けるかなと思います。ちなみにこれアクティビティの予約も、このプランニングしてくれたホテルの予約も、全部予約もその人たちがやってくれるんで、めっちゃ便利なので、活用してみてください。めっちゃ楽だね。楽、そうで、あとね、それ複数社からプランニングの提案来るんで、自分で複数社問い合わせる必要はないんですよ。そう、旅行は相見積もりした方がいいから、それが一括でできるっていうのは楽だよね。なんかモルディブ行きたいって言って普通インターネットで調べると、A 社 B 社 C 社っていっぱいあるから、普通はそれをね自分で1個ずつ問い合わせしないといけないのを、旅探し使うと一気にもう A 社 B 社 C 社にバーンって問い合わせしてくれるんで、めちゃくちゃ便利です。さらにもう僕たちに直接聞きたいっていう方は YouTube のメンバーチャンネルっていうのがあるので、こちらに登録していただいて、そこのコメント欄で質問いただければと思います。それ直接僕が回答します。それでは本日も動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。それでは次の旅でお会いしましょう。人生は自己実現と家族孝行、ゼロ家の冒険は続く。She walked away, I didn't think I'd be okay. We were just a summertime thing. When it came apart, I didn't think
were just a song